皆さんこんにちは。ゆずきゆかりです。今日は、ラジコン飛行機の飛ばし方、第28回。こうして着陸は難しくなる。を、お送りします。ところで皆さん、コンビニに車を駐車するときに、時速 10km 毎時でノロノロ駐車する人と、時速 60km 毎時でドリフトしながら駐車する人、どちらの方が運転がうまいと思いますか？まあ、駐車できれば結果オーライですけどね。では、後者の真似をして、頻繁に車を衝突させる人はどうでしょう？今日はそんなお話です。さて、適当に探してきた昔の映像を見てみましょう。今、着陸をしていますね。少々お待ちください。はい、地面につきました。どうでしょう？この着陸は速いと思いますか？ゆっくりだと思いますか？なお、この場合の速いとかゆっくりとかは、地面に近づく速度の話です。試しに、着地の3秒前はどこにいたか、見てみましょう。正解とかは特にないのですが、あかねちゃんの着陸としては、相当に速いと言えます。車で言えば、格好をつけてドリフトしている状態ですね。地面は映っていませんし、木よりも高い位置に機体が見えています。では、この位置関係を覚えてもらった上で、他の着地3秒前も見てみましょう。これは長野ラジコン祭りの時ですね。初めての飛行場なのと、センターラインに合わせるために、ゆっくり着陸しています。そのため、着地3秒前にはすでに、地面も映っていて、草より低いところにいますね。ここから着地までに3秒もかけているということです。つまり、地面にゆっくり近づいているということです。他も見てみましょう。これは小型スケール機です。このクラスになると足が華奢で、ゆっくり着地しないとひっくり返ります。そのため、着地3秒前にはすでに地面が見えていて、草よりも低い位置にいます。ここからゆっくりと着地するというわけですね。次です。先ほどの機体と似ていますが、こちらは重量が倍以上ある中型機です。やはり大きな機体の方が速い速度で地面についても平気なため、地面は見えていますが、先ほどより明らかに高い位置にいますね。この高さから3秒後には地面についているわけですから、結構速い速度で沈下していることがわかります。泣く時も見てみましょう。この機体は直前の中型機より少し規模が小さいです。また、この手の機体は大戦機に比べて華奢なため、先ほどよりは少々低い位置にいますね。次です。多少高くなっていますが、まあ、似たようなものですよね。さて、ここまで見てくると、最初の画像がかなりの高速で地面に向かっていたかがわかると思います。当たり前ですが、地面に向かう速度が速ければ速いほど、操作する時間が限られ、その分、急な操作を迫られます。つまり難易度が上がります。上手い人が格好をつけて、高速に着陸をするのはいいです。せっかくなので、上手い人のものも見てみましょうか。これは有名な人の着地3秒前です。やはり結構ゆっくり着地しているんだとわかりますね。あと一つ説明していませんでしたが、姿勢にも注目しましょう。今まですべて3秒前にはほぼ水平になっています。場合によってはすでに頭上げになっています。気になる人は最初からもう一度見てみましょう。ではここで、ありがちな着陸の3秒前を見てみましょう。はい、まだかなり高い場所にいますね。ここから3秒後には着地しているわけですから、事実上、頭から突っ込む必要があり、実際、明らかに頭下げで突っ込んできてますよね。この勢いだと、我々が、だいたい3秒くらいかけて行っている作業を、だいたい1秒未満でやっていることになります。
ではこれが、超高速な着陸かといえば、実はそうでもなく、ひどい場合には、3秒前は、まだ旋回中だったりする人もいます。もちろん、意図的にやっていて、その上でうまくいくのならいいのですが、これで地面に激突する人は、ある意味、自然で普通のことです。つまり、着陸に自信がないのなら、ゆっくり着陸しましょう、というお話でした。空から降ってくるように着陸する人が、着陸はそういうものだと思ってやっているのか、高度の変更方法を知らないので、結果的に降ってくるのか、微妙な部分ではありますが、解決するには、高度を変更する練習をするしかないでしょう。今の時代、スマートフォンで簡単に動画が撮れます。自分の飛行を撮影して、リプレイを見て復習すると、上達が早くなりますよ。ついでに YouTube にアップロードすれば、自分のチャンネルの完成です。それでは、ゆずきゆかりがお送りしました。高評価とチャンネル登録もお願いしますね。では、また。